これはデュアルカブレターですよっていうことでございますね。2つキャブレターついてます。で今度6度にしていきますよ。いいよ、そのまま見てて。これ6度ね、6度から5度、5度が長い方、5度から10度の間ってことだね。で回転数は950。でも大体ねこれでいいと思います。台のはこの状態で私受けようと思います。もう点火のタイミングで触ろうと思わないので、ただちょっとね排気が濃いような気がするので、掘り場で当ててみますね。はい、点火のタイミングは、だいたい5度から10度ぐらいのところでやってたんですね。でトップデッドセンターのマーカーが2つあって、1つは長い棒、1つのドット。あれは実は私が昔トップデッドセンターを出したんですよね。まあ調整まではしてないですけど、トップデッドセンターの位置だけ出しておいたんですよ。なのでドットのところが私正しい、自分の中での正しいトップデッドセンターだと思うので、それで見ていくと10度なんですよ。ちょうどいい感じだと思います。ただちょっと目が痛いでしょ今。ちょっと目痛いですね。ね、ちょっとねやっぱ混合機が濃いような気がしてね、それではいけません。環境に優しいコブラ作っていかなきゃいけませんものですからね。掘り場でセットアップしていきたいと思います。あら、めちゃくちゃ薄い。さて仕様あんま変わんないね。今ね濃くしてったんですよ。で濃くしていって HC 下がるかな、仕様上がってね。でも1回転ぐらいしないとその差が出ないんですよ。なのでそうすると回転数が落ちちゃうんですね。でということは回転数落ちるってことは、燃焼効率悪くなってるってことなんですよ。なので今回はこの掘り場は使い切れなくて、つまりキャタライザー触媒がそこまで浄化する作用を持ってないですよね。ストレートだから消音材入ってるけどキャタライザーが入ってるわけじゃないからエンジンダイレクトなんだね。なので今回は回転数が最も高くなるところ、キャブ調整して、それが一番このキャブの効率がいいだろうということでやっていきます。最後に、トータル3000回転ぐらいのところでいくつぐらいの何度出てるかだけ確認しておきます。じゃあ最終調整こんなところでね。仕様はすごく低い。まあでもね SC がね高いねっていうところなんだよね。じゃあ調整終わりましたんでね、明日のダイノテスター、さてどうなるかっていうところなんですけどね。まあ今回点火タイミングは、調整して、だいたい10度ぐらいイニシャルのね。でトータル3000回転3500ぐらいのところで、32度ぐらいのところで合わせてあります。で CO は最終的には 1.25 ぐらいだったっけな。ただ HC がちょっと高くて1400ぐらいで車検取りませんと。ごめんなさい、お許しください。この車全く触媒関係ついてないので、それだけでも必死です。あとはホールのキャブレター、これもね、調整がしにくかったですね。ベストセッティングまではいきませんけど、明日のテスト次第でもう一度そのヒントにして調整していきたいと思っています。でもおそらくこの車はすごく調子がいいので、明日頑張ってくれるかと思います。
ここに置こう。よし、こんなもんだね。OK ですか。はい、こんなもんですね。収容もそんな高くないですね。はい。タイヤがちっちゃかった。ああ、はいはい、外見がですか。この間のやつの方がタイヤでかいんですね。これ空気圧だいぶ抜いてますけどね。あ、そういうことかな。はい。それでちっちゃくなってるかもしれない。かもしれません。はい。いやいや、めちゃくちゃ迫力あった。こんなにこうじゃじゃ馬っていうか、パワフルに回したこと身近に見たことないですからね。これダイノジェットの醍醐味。そうですね、本当にこのタイヤのそのなんかローラーを回す時の迫力というか、今日初めてねこんなに吹かしてみたんですけど、バラさん。はい、最初まあ5000でぴったりで止めてたんですけど、最後は一応5500まで回してみた。そこまで回していただいて、はい。まあ一応ピークパワーはこのね4900とかトルクも4200でできる感じなので、まあ5000まで回さなくていいかなという感じがしましたね。とすると最後だけちょっと頑張って5500までいった。5500までいった。ただ最後の方ちょっとこうガボッとかね、落ちてますね。まあ5000がリミットで考えた方がいいかな。5000がリミット。5000リミットで考えてもらって、やっぱちょっとあれですね、全体的に濃いというか。濃いですか。荒れて見えるってのもやっぱ低回転の方が結構波が出てるじゃないですか。確かにコルベットに比べるとちょっと波打ちがありますので、実はですね、バラさん、バレましたね。調整ね、曖昧にしてたんですよ。今日ね、調整をね、作業しようと思ったんですね。だけど、絞ってっても、なんかね、リーンにしても今一つ、良くなかったんですね。だから合わせ方としては、
こう濃くしながら、まあ、はい薄くしながら、い回転数が一番ピークになるところはいで合わせてたんですよ。なるほど。はい、だからまあちょっとバレちゃいますね。そうですねある程度こうね3000から上はさーっと回ってくるはい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 非常に3000から上いいんですね。いい感じに回ってたんで、はいはい。まあ、下の方でちょっと暴れるからあ、なるほど。はい転換タイミングとかありますかね。そういうところもあるかもしれないですね。あるかもしれない心拍のそうですね感じとか、はいはい。はいじゃあ心拍もう一度私取り直してみて、もう少しいいバランス取ってみます。ただ上の方は結構合ってるとは思うんで、そうですね、はいトータルの方はいいわけですね。そっちの方からこう引っ張って感じですね。はい。ということは馬力はマックスパワーがはい315馬力3発目の3発、はいはい、3発、はいはいはい。 315馬力、そのトルクは480ニュートンっていうところですね。まあ例によってこちら補正全くなしなんで、はいまあ 10%、15% ぐらいは足して考えていいと思いますので、はいまあ350馬力実測350ということで350ぐらいと考えていただいていいかなというありがとうござい思いま。ますす。いやこのボディで350あったらもうパワフルすぎちゃってまあ恐ろしいでしょうね。恐ろしいです恐ろしいです。5000なんか絶対回せませんよ。回せませんね。まあサーキットなら別でしょうけどもね。そうでしょうね。もう本当に5000まで上がるね時間も短かったというか、あっという間にブッといきましたね。はい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 。この間のコルベットよりだいぶパワフルな感じはします。はい。そうですか。実際パワフル。実際パワフルでしたね。 1.5 倍ぐらい。 1.5 倍ありましたね。いやー来てよかったな。これ最後のオチですね。はい。ガレージ帰ってきましたけどね。今日ウィングオートさんでね、またダイノテスター、ダイノジェットかけてきましたけどね。本当にねあそこ気持ちいいとこだよね。すごいなんか友達っぽい感じがしてね。なんだろうな。なんか慣れ慣れしいわけじゃないんですけど、すごくフレンドリーというか話しやすいというか、そう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 。笑顔でこういいそうだね。感じですね。であとやっぱ趣味思考が一緒だから話の波長が合うんだよね。盛り上がってましたね。そうだね。まあ寿司職人のねバラさん言い過ぎだね。でもうまい寿司握ると思うよ。で今日のテストの結果なんだけど、僕的にはね50点なんですよ。まあタイミングの調整も含めてタイミングキャップ調整、まあ、実際完璧にできてなかったですよね。実際目が痛かったもんね。はい。チカチカとねちょっと濃いんですよ。でその混合機のねスクリューをね絞り込んでいくとねキャブのね、随分その HC がハイドロカーボンこれがね増えちゃってね、致し返しだなと思ってあんまり触らなかったんですよ。まあ明日テストだっていうことでねそんなに深く触っていって逆に調子崩したくないし今の現状も知りたかったしね、まあ乗り味も今の状態で知ってるわけだからこの乗り味に対して、調整後どうなるかっていうこともチェックしたかったからあまり大幅には触らなかったんだよね。でこれがねダイノジェットのこう答えだよね。ねここの部分でねこれコルベットねこの辺ずっと言ってたんですよ。理論空燃費理論空燃費14.7 なんだけど一番理想的なのはこのラインだって言われていてこのラインよりも随分下なんだよね。つまりねこれね酸欠状態になってるってことなんですよ。か燃料が濃いかという状態なのでじゃあ酸素が少ない酸素が少ない理由がなぜかっていうことを探っていくと、マフラーをジェフリーさんの方でサイレンサー入れてもらったんですよ。ね、で音はね最高完璧になったしね音も静かだしこう街に出かける時街を走ってる時も、バンバンねパランパラン言ってないからね、おとなしい
常識的なレベルのね音だなっていうふうに思ったんですよ。ところがやっぱりこの性能曲線を見てみると明らかで、この低いねところはなぜでしょうということを考えていくと、おそらくマフラー抵抗があるんじゃないかなっていうことです。これトルク曲線を見ていくとね、ここでちょっと落ちたりしてるね。でガタ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 しているね。でこの辺にちょっと課題が残ってるかなって気がします。でマックストルクは482、4200回転、エンジンパワーに関しては 315.6 で5000回転弱でねのところで出てます。これがエンジンパワー、ね、馬力ですよ。ここでもね一瞬コッと落ちるんだよね、一瞬ね。これをまず調整するには、点火タイミングを少し変えたいと思います。10度のそれからトータルが32度で設定してあったので、今度は、12度ぐらいに合わせていこうと思います。12度の36度ぐらいまで点火のタイミングビフォーデッドセンターを少し前目にするというね、そんな調整をまずしていきたいなということと、マフラーを一旦サイレンサーの先のところ、2個目のサイレンサーなんですけどね、そこの先を直感にしてみて元に戻すっていうことなんですけどね、サイズは太いままでいきますよ。今のサイズを守りながら、サイレンサーを外した時にこの空燃費が上がってくるかっていうことだと思いますね。このラインに近づいてくればいいと思います。ウィングオートさんのねシャシダイナモにかけながらね、チューニング楽しんでいきたいなっていうふうに思っています。課題はこのへこみ、それからこの空燃費、これをリフトアップしたい、これをスムーズにしたいと、このへこみね、突然ガタッと落ちるこのパワーね、ここをなんとかチューニングでしていきたいと思います。これはね、キャスティングナンバーから持っていくと390のエンジンです。それに427の、バルブカバーがついてるという427でございます。ただアフターマーケットの新しいタイプのね、500馬力あるぐらいのねラウシュだったかな、のエンジン積んであるコブラもありますしね、いろんなコブラありますけどね、僕はこのヴィンテージの、1963年当時の、この390のエンジンバランスがすごくいいと思いますんでね、これをさらに生かしていくためにキャブ調整、それから排気の調整、点火タイミングの調整、さらに絞り込んでいってよりモアベターなねコブラに仕上げていきたい、そんなふうに思っています。